にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はハサミを使わない折り紙のおひな様を作ります。着物にしたい折り紙と合わせにしたい色の折り紙を1枚ずつ準備します。着物の折り紙の一辺を1センチぐらい裏側に折り曲げます。折り曲げたところとあとの2辺合計3辺に接着剤を塗っていきます。糊が乾かないうちに合わせにする折り紙の色のついた方に貼っていきます。3辺5ミリぐらい開けて合わせにする色が3辺見えるようにして貼り合わせます。裏に返して模様の折り紙の下の出てる方を上に上げて3分の1ぐらい折ります。この残ってる方と折り上げた方が同じぐらいの長さのところで折っていきます。上の角を着物の合わせになるように斜めに折っていきます。真ん中に顔が来るように真ん中より少し左の方から着物の袖になるように折っていき、右の方も同じように合わせていきます。下の方に白い紙の裏が見えてしまうようであれば、少し内側に隠すように折り曲げてください。上になっている合わせた部分の角の裏に接着剤をつけて貼り合わせます。頭を作ります。小さい折り紙の黒を1枚準備します。小さい折り紙は普通の折り紙の4分の1のサイズになります。黒い面を上にして三角に折り曲げます。この時、髪の毛の分が残るようにずらして折ります。だいたいですが、1センチあるかないかぐらいをずらして折り曲げます。折りましたら、右と左を裏側に折ります。少し斜めになる方がいいかと思います。そして軽く折り曲げたら、これで先ほどの着物の口に入るかどうか確かめてみます。少し入らないようですので、もう少し小さめに折っていこうかと思います。先ほど軽く曲げたところよりも内側に折ります。左右が同じぐらいのところで折れてる方がいいので、表を見ながら確認します。はみ出したところはさらに内側に折ってみます。これで入りました。顔を描いていきます。失敗してもやり直しが効くように貼る前に顔を描いておきます。顔はお好みで構いませんが、
目と目を少し縦長の丸になるように、同じサイズぐらいになるように描きましたら、目の下のラインよりほんの少しだけ下のところ、ほぼ真横に結んだ中央のところにお口を描きます。眉毛をお好みで描いていただいても可愛いです。顔が描けましたら、着物に貼り付けようと思います。下のあたりに接着剤を着物の右と左の合わせに合うように少し斜めに塗って差し込みます。着物にしっかりと貼ればこれで出来上がりです。壁や色紙など平面に貼る場合は裏にテープなどをつけて貼ってお楽しみください。またこれを立体的にして立たせることもできます。立たせる場合は上から袋状に広げていきます。顔と着物の間にお箸やペンなど長い棒を入れていきます。下の折り紙も折り上げたところが袋状になるように棒を突っ込んで、下のあたりを少しずつ潰しながら広げて袋の底のようにしていきます。角は指で潰してまっすぐにしていきます。袋のように広げていただいたら、これで立たせることができます。少し不安定な場合は、下にテープなどを貼るといいかと思います。帯名も作っていきます。着物の作り方は目びなと同じです。帯名の頭を作ります。黒い方を上に置いて、下の角を少しだけ折り曲げます。このまま三角になるように折りますが、少しだけ黒い縁が見えるように折ります。目びなの時と同じように着物に入る頭のサイズを調整していきます。
同じように顔を描いたら貼り付けていきます。三人官女や五人林を作ってひな壇にしてもいいかと思います。ぜひ楽しんで作ってみてください。